皆さん、こんにちは。USJ によってね、暗黒面に押されたところ、つなげようです。はい。今日はね、1月29日ですね。明日からね、こちら、スペースファンタジーズライドと、DJZ のコラボがスタートするんですけど、今日はね、先行体験がね、できるっていうことで、はい、やってきました。はい。まあ、編集にね、結構時間かかるんで、多分ね、投稿されてる頃にはもう開業してると思うんですけどね。はい。じゃあ、果たしてね、このコラボは一体どんな内容になってるのか、はい、早速ね、紹介していきたいと思います。ということで今日は、コースターが苦手なおしゃまんべちゃんのために、話題のコラボライドに乗ってきたから、乗れそうかどうか判断してね。了解っす。回転しなきゃいいっすけど。家だから、スペファンって XR ライド以外だと、座席が回転するじゃないっすか。私あれ超苦手なんすよね。そうなんだ。いやなんでもない。どうしたんすか先輩。さてさて、まずは概要から。今回のコラボ、正式名は、クラブ Z リミックスは、有名な DJZ との初コラボで、開催期間は1月30日から8月17日までの予定。これは XR ライドではないよ。へえ、XR ライドじゃないんすね。そういえば、昔ドリカムとコラボしたことありますけど、あれみたいな感じっすか。そうそう。音楽家のコラボという点では、キャリーパミュパミュと合わせて3度目ということになるね。キャリパミュは XR ライドだったけど。ちょっと待ってください先輩。なーに？ XR ライドじゃないってことは、今回のが回転するんすか？するよ。ワンギャー。残念だったねおしゃまんべちゃん。うっざ。急に真顔になるのやめて。でも XR ライドではないよ。映像見ながら回転するとかではないんすね。そうそう。で、もう開きそうだから、一旦体験してくるね。ちゃんと怖くないかどうかレポしてきてくださいっすよ。わかったわかった。はい、ということでね、無事にね、入場できたんで、これからね、楽しんでいきたいんですけど、これね、このアトラクションウィッグね、かぶっちゃダメっぽいんで、わからんけど、念のためにね、外していきます。はい、せっかくセットしたのに。ではまずエントランス。普段とそんなに変わらないっすね。そうやね。今回はあくまでスペファンとのコラボだから、Z がいること以外はスペファンと違いはないっぽいよ。へえ。ただそれでも、通常のスペファンは絶対に開催しないぞ、という USJ の強い意志を感じるね。まあ、確かにコラボ多いっすよね。多いなんてもんじゃないよ。2016年を皮切りにあらゆるコラボをしてきたけど、その総日数は2375日間。つまり2016年1月15日から2026年1月4日の10年間のうち、コラボ期間の割合はなんと 65.19% にも上る。もはやどっちが本家かわからないよ。ひえー、つまり 35% しか通常営業はしてないってことっすね。いやいや、もうおしゃまんべちゃんもバカだな。35% なわけないじゃん。いや、小数点は度外視してるっすよ。およそって話っす。いや、そうじゃなくて、スペファンってコラボ期間が終わった後は、だいたい営業を再開せずに休止してる。その日数はさすがに把握してないけど、それも入れると多分 30% も通常営業してないよ。そうなんすね。ほんとおしゃまんべちゃんは考えが浅いよね、まったく。ところで先輩はそんなにも賢いのにどうして高校は留年したんすか？どうして途中から私と同じクラスだったんすか？おしゃまんべちゃん、ちょっとその話は動画と関係ないからやめようね。はいっす。本アトラクションは当たり前だけどジェットコースター。しかも、座席がくるくる回る仕様だからね。うぎゃーめっちゃ回ってるっす。入り口の注意事項には、ウィッグをつけてる人はクルーに行ってね、と書かれてる。なんかネットみたいなのもらえるんすね。いや、外せって言われて終わり。でも、どうだろう。なんかネットだとかバンドだとかもらえるって噂もあって、情報が錯綜してるんよね。よくあるクルーによって対応違うみたいなやつじゃないっすか？まあそうかもしれないけど。でもどうせコメントでいちいち言われるから外しとくよ。うわ、先輩の元の姿、久しぶりに見たっす。いや見ないでー。きっしょ。ということでナイフに潜入。この辺はいつもと変わらないっすね。そうやね。でも、もちろん映像は変わってるよ。なんか、変なキャラが出てきたっす。こいつは本アトラクションのナビゲーターのエコーくん。Z のアシスタントで、クラブのマネージャーらしいよ。へえ、スペファンに出てくる。何でしたっけ？ G ボット？それに似てるっすね。もしかしたら親戚かもっす。いや、あながちそれは間違ってないかもよ。どういうことっすか？やったー。アーシが大嫌いな途中の記念撮影コーナーがないぞ。あれ、嫌いなんすね。嫌いに決まってるでしょ。こんなに憎いものは存在しないよ。いや、まあ確かに若干面倒ではあるっすけど。で、それ先輩がぼっちだから恥ずかしいってだけじゃないんすか？はい、次、どんどん行こう。ここから屋内だけど、実はこのアトラクションは異例な対応になってるんだ。おしゃまんべちゃん何かわかる？なんだろう。はい、不正解。制限時間短すぎっす。正解は、なんと、乗り場までの撮影が OK でした。それって異例なんすか？異例よ。通常のコラボ企画では、ここに、これより先、撮影禁止って看板があるんだけどね。わざわざ取り外されてるよ。へえ、次以降のコラボもそうだといいっすね。それはそうなんだけどね。
ただ、あくまで撮影が OK だったのは開業初日の1月30日だけだから、ジョーズみたいにまた禁止ってなったりするかもしれないけど、アーシは責任取らないぜ。めっちゃ保険かけてくるっすね。プレショーではまあ要約すると、宇宙にめっちゃ人気のあるクラブがあって、なぜか Z が特例として、うちらを招待してくれたって話みたい。なんで招待してくれたんすか？知らん。はいや、だってそれ以上のことは語られないもん。Z が電車の網棚にカバンを置き忘れそうになってたことを指摘してあげたとかじゃない。Z は電車なんて使わないっすよ。いや、さすがに使うか。ということで内部に潜入。ちょっと急ぎ足だったから、内部の写真はあまりないんだけど、いかにも陽キャっぽい風景が映されるよ。先輩の語彙力の低さが。まあ強いて言うならラッセンっぽいかな。いや、ラッセンって確かイルカの絵とかっすよ。そして、ここで意外なキャラが登場するよ。あ、今のって。そう、サンフェアリーだよ。通称版スペファンのマスコットキャラ。あ、そういう名前なんすね。名前は知らないけど知ってるっす。名前くらい覚えてあげて。ってことは、これって通常のスペファンと同じ世界ってことなんすかね。そうだと思う。しかもスペファンって本音ちっとも人気なくて、サンフェアリーなんて開業初期を除いて出番なんてマジでゼロだったからね。これ超久しぶりの新規作画のサンフェアリーだからね。当時の 3D データなんてよく残ってたんすね。夢のないこと言うなおしゃまんべちゃん。ということで、いよいよ乗り場へ。しかし、ここでまさかのサプライズが。なんと、DJZ ご本人がローディングエリアでゲストを出迎えてくれたんだよ。へえ、それはすごいっすね。もう握手もハグもし放題な距離感だったよ。そこらの握手会なんかよりずっとすごい至近距離で、ゲストも大興奮だったし。ところで、先輩って DJZ のこと知ってるんすか？知らん。いやごめん。本音あんまり知らんくて。先輩いつも真のファンが優遇されるべきとか偉そうなこと言ってるのに先輩こそずるいじゃないっすか。いやまあそうなんだけど。でも、よく知らない人でも、なんとなくお会いできたら嬉しいじゃん。ジミー・ファロンとか。誰っすかそれ。ということで乗ってきたぜ。いや乗った感想は。それは、まあ後で言うね。ちなみに最後のシーンにもサンフェアリーが出てきたよ。へえ、そうなんすね。ちなみに出口には DJZ のサインもあって、アーシと一緒のビークルだった柄の悪そうな兄ちゃんが嬉しそうに写真撮ってたよ。多分 Z の大ファンなんだろうね。いや、先輩の言い方失礼っすよ。はい、ということでね、乗ってきました。いやー、なんていうか、っていう感じでしたね。はい。はい。っていうかさ、ウィッグもさ、もうせっかくさ、ちゃんとセットしてきたのにさ、なんで外さなあかんねんって感じやけどね。うん。まあね、極論ね、外さんでもいいような感じはあるんですけど、なんか後でね、コメントとかで、つけちゃダメですよとか言われるのもめんどくさいんで、もう外しときます。もうやっぱりもうほんまにくっちゃくちゃになって、もうこれからね、呪術廻戦のレポンをしないといけないのにね、ほんまにもうこっち先来たん後悔してる。いやもう一応ね、一応外しといた方がいいとは思うんですけどね、なんか外したくはないんで、前ねクルーズさんにね、これビッグつけたままでも大丈夫なんですかって聞いたんですよ。ほんなんか舐め腐った態度のクルーで、逆にいい理由ってありますかとか言われて、もうそれはめっちゃ腹だったから、もうそっからもう絶対外すようにしてんね。はい、やっとね、ビッグで被りました。はい。一応ね、ロッカーのね、横のところにね、テストシートもね、あるんですよね。で、なんかね、他のね、お客さん、ちょっと勘違いされてる方おったんですけど、ハリドリとは違うんでね、曲ね、別に選ぶとかそういう感じのライドではないです。なんかね、中覗いた感じ、このね、DJZ のグッズだとかはね、多分、ないのかなっていう感じですね。ごめん、空いてたわ。USJ 情報局。LCA Studios. USJ kanji, I don't know. LCA Studios. はい、ということで DJZ のコラボしてるスペファン拝見してきました。いやー、なんていうか、まあね、普通にね、めっちゃおもろかったです。めっちゃね、面白かったんですけど、普段のスペファンより面白いかって言われたら、同じぐらいかなっていう感じですね。なんか、特別、普段のスペファンの方がおもろいやんってこともないし、こっちの方がめっちゃいいやんっていうこともないし、みたいな。ただね、これはね、刺さる刺さらないの問題かもしれないね。めちゃくちゃ驚いたのが、今回ね、別にストーリーだとかっていうのはね、一切なかったですね。府庁にね、なんか、クラブってルーム施設みたいなのがあって、そこに招待されたから、みんなで行こうぜっていう、ただそれだけの内容って感じですね。別に特に何も語るようなことはないです。
まあ、逆にね、そうすることでスペファンの素材をね、より活かせてるかなっていう感じはあります。XR ライドはね、ほとんどスペファンの持ち味をね、活かせてないような感じですんで。あと強いて言うなら、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、正直ね、こっちのアトラクションの方が自然なような気はします。っていうのも、スペファンってそもそもわけわかんないアトラクションで、もともとね、ET アドベンチャーっていうのがあって、その後にできたスペファンはね、なんか中途半端に宇宙っていうテーマだけ引き継いじゃったせいで、なんか、この USJ のね、超一等地に、なぜか宇宙をテーマにしたアトラクションがあるっていう、もうなんかわけわかんない感じになったんですよ。で、今回のこの DJZ とのコラボが、USJ にふさわしいとまでは言わないですけど、相対的に今までよりも一番マシというか、まあ皮肉なことに本家のスペファンよりも USJ らしいアトラクションには仕上がってるんですよね。うん。通常版のスペファンってあれなんやねんよね。なんか、このあたりとかもね、ほんまに普段のスペファンとね、変わらないですね。で、なんていうのかな。このアトラクション自体は、普通に普段のスペファンの差分として楽しいんやけど、ただ同時にスペファンってこれ、全然コラボばっかりで、全然通常の運転ってやってないアトラクションじゃないですか。なんか、なんていうのかな。普段から通常版のスペファンをやってる中でやったら、こういう差分があっても楽しいんやなって感じですけど、普段全然やってないからね。別に通常版でも良かったような気はするけどね。まあ多分ね、冷やしが同じやけどね、USJ ってスペファンあんまり過ぎそうじゃないんで、通常版のスペファンやりたくなかったんでしょうね。ちなみに1個ね、補足の説明なんですけど、USJ のホームページに、USJ25 周年限定の特別なライドも登場するって宣伝があって、ネットではね、バックトゥザフューチャーズライドが期間限定で復活するんじゃないのかみたいなね、そういう期待する声たくさんありましたけど、25周年限定の特別ライドっていうのは、これのことらしいです。ちなみに個人的な評価としてはですね、なんかな、実は私ね、通常版のスペファンってね、あんまそんなに好きなわけじゃないんですよ。実のこと言うと。だからね、通常版のスペファンが、星 3.5 やとしたら、このね、DJZ とのコラボバージョンは、ちょっと上がって、星 3.7 って感じですかね。ということで、今回のレポは以上。最後に結構話し忘れてることがあったから補足するけど、まず、このライド自体はすごい盛り上がるアトラクションで面白かったよ。星 3.7 って評価はつけたけど、そもそも USJ は他のアトラクションが桁違いに一流だから、全体として見た時に中堅クラスって意味合いね。うわ、なんか保険かけてきたっす。このアトラクションは、とにかく友達とかとワイワイ乗って楽しむタイプのライドやね。先輩もすればよかったのに。カメラマンさんと二人でイエーイとか言うの？あーしにそんな度胸ないよ。先輩はネット弁慶のくせに現実だとお呼び腰っす。ただ、一つだけこのライドには欠点もあるね。いや、正確には、スペファン自体が抱える欠点だけど、このライド、とにかく緊急停止が多い。そうなんすか。もう10分間のうち2分くらいは止まってるんじゃないかってくらい、些細なことですぐ停車する。停車してる間ってどうなるんすか？まあ何もない虚無だし、しかもスピードが落ちたり、BGM が止まったり、とにかく不完全燃焼感がすごい。まるでロボコップを配信で見てたら、クライマックスで自動エンディングスキップ機能が発動したくらいのがっかり感。ちょっと例えがよくわからないっす。せっかくノリノリになってるのに台無しになっちゃうってことっすか？そうなんよね。まあそうならないように乗る前はお略道踏むかアーシが作った特性を守り10万円で願掛けすることをお勧めするよ。どんな悪徳商法っす。それで、おしゃまんべちゃん、どう？このライド、乗れそう？どうだろう。一応座席が回転するから、三半規管が弱い人は酔うかもしれないね。でも、よくある内装がふわっと浮く感じはないから、酔いやすいタイプじゃない人なら、誰でも乗れるとは思う。まあ回転するスペファンは正直苦手っすけど、友達と乗ったら楽しそうだし、考えとくっす。そうか、わかった。じゃ、乗れそうなら連絡してね。何ですか？いや、一緒に乗ろうかなって。先輩とは行かないっすよ。ぐえー。